皆さんごきげんよう、上川カールです。今回取り上げる話題はウクライナ情勢解説。ウクライナの戦況とともにその関連ニュースなども合わせて解説していこうと思います。日本国内における報道は明らかに減ってきていますから、このチャンネルで情報の更新をぜひとも進めていってください。それでは早速本題へと入っていきます。今日取り上げる話題は主に3つ。戦況解説で東部戦線の激戦をお伝えします。そして戦いの中でウクライナ兵が弾薬付きでロシア軍側に投降するといった場面がありました。戦闘においては双方において同じようなことはどちらも発生するのですが、今回は投降したウクライナ兵がロシア兵に殺されるといった場面が撮影されていました。映像として残らないことが多いのですが、このような映像が残ったことにより、ロシア軍の戦争犯罪としてウクライナ側が強い非難を発表しています。2つ目はドイツの関与です。ドイツにはいくつかの防衛産業の企業があるのですが、その中の一つ、ラインメタル社はウクライナ支援に非常に積極的な企業です。ウクライナに供与するレオパルト2やレオパルト1の補修や再生などに取り組んでいますし、今回はラインメタル社の最新鋭の歩兵戦闘車をウクライナの現地企業と合弁会社を作り、ウクライナで生産しようということを発表しています。そして3つ目は、ウクライナの戦況に多大な影響を与えるであろうアメリカの支援。支援を行うには予算の裏付けが必要です。ついにその予算が尽きかけているのか、明らかに支援が激減していることについて触れていきましょう。それでは戦場の様子、詳しく見ていきましょう。ロシア軍の東部攻勢、最も北から見ていきます。戦況解説に用いる地図は、戦争研究所の発表しているものを引用しています。赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域。最も北側、クピャンスク戦域においては、ロシア軍の攻勢は以前から継続的に行われています。攻撃の割に前進は全くしていないのですが、しかし、戦いが続くことによってウクライナ軍の消耗も進んでいきます。バフムトにおいては、秋口においてはウクライナ軍が徐々に領土奪還を進めていたのですが、冬になってからはロシア軍がむしろ盛り返している状態で、ウクライナ軍が奪還したところを再びロシア軍が占領するといったことがここ最近起こっています。そして東部最大の激戦地アウディーウィーカ。アウディーウィーカにおける戦いは基本的な構図としては、守るウクライナ軍を攻め立てるロシア軍の人海戦術といったものが見られるわけで、それにより被害が大きいのはロシア軍です。しかし、被害が大きいけれどもそれを乗り越えてくるというのがロシア軍の現在の状況です。アウディーウィーカの街は3方向からの攻撃にさらされ続けています。これまで固い守りを見せていた街の南側なのですが、ここ最近になってロシア軍が防衛線を突破したというような主張を始めました。ウクライナ側の主張としては、そのような事実はないとして否定はしていますが、ロシア側がそのような主張を強めている理由として、この辺りの戦いがより激しくなっていることを意味しているのでしょう。街の南東側においては、ロシア軍が徐々に前進しているところで、これを押しとどめるためのウクライナ軍の防衛戦が激しさを増しています。そして一番の問題は変わらず北側の守りです。街の北側においてはロシア軍の攻勢が継続的に行われていることから、ウクライナ軍がじわりじわりと後退を強いられているところです。投降するところを殺害されてしまったといった事件については、この街の北側での戦闘で発生しました。ウクライナ投降のウクライナ兵をロシアが射殺と非難、検察が捜査。ロシアが侵攻を続けるウクライナで投降したウクライナ兵2人をロシア兵らが殺害した場面とされる映像が浮上し、ウクライナ検察当局が捜査を開始した。ウクライナ検察当局によると、映像にはロシアの軍服を着た集団が武器を持たないウクライナ人に至近距離から発砲する様子が映っているという。検察当局は、戦争捕虜の殺害は戦争に関する国際法と慣習に対する重大な違反だと説明。公判前の捜査を開始したと述べた。昨年2月にロシアがウクライナを侵攻してから捕虜の扱いなどを定めるジュネーブ諸条約に相手が違反していると双方は互いを非難している。ウクライナ検察当局によると、発砲があったのはウクライナ東部ドネツク州ステポベ村の近く。映像については誰がいつ撮影したのか検察は明らかにしていない。付近の町アウディウィーカの占領をロシア軍は目指しており、この地域ではここ数週間激しい戦闘が続いている。アウディウィーカはロシアが支配する州都ドネツクのすぐそばに位置し、ウクライナが拠点にしている。ウクライナ軍は3日に声明を発表。ロシアの行動を非難し、侵略国の軍事指導者を裁くよう
国際社会に求めた。映像は2日、テレグラムのウクライナのチャンネル、ディープステイト UA で公開された。同チャンネルによると、ロシア軍がウクライナ軍の第45ライフル大隊の陣地を占拠し、ステポベ村の近くでウクライナ兵2人を射殺した。2人は弾薬が尽きて降伏したという。映像には、投降したウクライナ兵1人が地下壕から出てくるところとされる場面が映っている。投降兵は両手を頭の上に置いている。その後、この兵士が地面にうつ伏せになっている様子が映っている。続いて、2人目のウクライナ兵が壕から出てくる。どちらのウクライナ兵も武器を持っているようには見えない。このわずか数秒後、ロシア兵とされる人々がウクライナ兵2人に発砲し、共に殺害したことが映像からわかる。このステポベ村というのがアウディウィカの北の戦域にある場所です。この場所でウクライナ兵が投降したということであれば、間違いなくここ最近の戦闘によって発生した事態です。投降したウクライナ兵を射殺した理由というのが、ロシア側の軍事ブロガーらは、武器は確かに持っていなかったかもしれないが、手榴弾を隠し持っていることをロシア兵が警戒し、少しでもおかしな動きをしたら撃つぞという雰囲気が漂っていたがために、このようなことに発展したという見方を示しています。これはあくまでも軍事ブロガーらの意見の中の一つであり、ロシア当局はこの件に関して特に何かコメントを発してはいません。アウディウィカ戦域においては日々激しい戦闘が起こっていますし、その中で人海戦術に基づく連続的な攻撃が繰り返される中で補給が間に合わないといったことが末端の兵士で起こったとしても不思議ではありません。どれだけ戦う意欲があったとしても弾薬が尽きてしまえば、もはや戦闘を諦める兵士が出てきたとしても、それは非難されるべきことではありません。問題なのはそのような兵士が報復の意思を示したときに、戦争にも存在するルールを守るか守らないかです。そして、東部戦線における戦況解説ここまで行ったわけですが、逆に南部戦線においては戦闘は少し下火とも言えます。ウクライナ軍は領土奪還のための攻撃をほとんどしておらず、ロシア軍もまたそのようなウクライナ軍を攻撃する意欲が少し落ちている感じがあります。ロシア軍は明らかに東部攻勢にかけており、一方でウクライナ軍は防戦のために南での戦いに力を入れるのが少し難しくなっているのでしょう。続いて関連ニュース、ドイツの関与を見ていきます。ドイツ企業、ウクライナで装甲車生産へ、防衛大手10月に合弁設立。ドイツの防衛関連大手ラインメタルのパッペルガー CEO は来年にもウクライナで装甲車の生産を始めたいとの意向を明らかにした。ドイツメディアが2日報じた。ラインメタルは10月にウクライナの国営軍需企業ウクローボロンプロムと合弁会社を設立していた。ロシアの侵攻が長期化する中、ウクライナは欧米企業と協力し、自国で兵器生産の強化に乗り出している。パッペルガー氏は来年初めまでに装甲兵輸送車フクスと歩兵戦闘車リンクスの生産に関する契約をウクライナ側と締結する見通しだと説明した。契約を結んだ6から7ヶ月後に最初のフクス、12から13ヶ月後に最初のリンクスを完成させたいと述べた。装甲兵輸送車複数の写真はこちらです。この装甲兵輸送車については、ウクライナが自国で持っているものよりは基本性能は上だとは考えられますが、戦況に対する影響はあまりないでしょう。注目すべきなのは歩兵戦闘車リンクスの方で、こちらの方はラインメタル社にとっては最新鋭の歩兵戦闘車です。見た目ではなんか戦車みたいだなと思えるわけですが、上部についているのは大型の機関砲で、いわゆる砲弾を撃ち込むような手法が乗っかっているわけではありません。現在ドイツ軍に配備されているマルダーよりもさらに最新鋭のリンクスを生産するというのはラインメタルとしては思い切った決断だと言えるでしょう。ただ、この決断にはラインメタル社の軍事企業としての戦略があります。それは新しい製品を戦場で実際に試すといった面もあります。実績を積むことによってロシア軍に対して有効な兵器であるということを示すことは今後の販売にも大きな意味を持つでしょう。また、ラインメタル社は現在新しい戦車パンターについてもいずれはウクライナで現地生産したいという意向を示しています。こちらについてはドイツ政府の許可が下りなかったのか今回の話の中には含まれていません。ドイツ国内にも別会社が戦車の研究開発を行っており、フランスの国際共同開発の話などもあります。ラインメタルとしてはそのような話とはまた別枠で自社製品を作りたいといった思いがあるのでしょう。そのような背景があって歩兵戦闘車リンクスを作るというのですから、ウクライナとしてはお金の算段をつけることさえできれば
非常に有益なこととなるでしょう。なお、歩兵戦闘車リンクスの製造などは新しく工場を建てるわけではありません。すでにウクライナ国内には軍事企業がいくつもあって、その生産設備で持て余している部分もあります。そうしたすでにある敷地の中に生産ラインを新しく作るといった形で装甲車や歩兵戦闘車を作ったり、もしくはメンテナンス業務なども行うというわけです。ロシア軍の少しおかしな特徴の一つに、軍需工場よりもむしろウクライナの国民それ自体を狙うといった特徴があります。ロシア側にはウクライナ全土を射程範囲内に収めるような長距離ミサイルももともと持ってはいるのですが、それらを使って市場や多くの人たちが集まる劇場や集合住宅などに大型のミサイルを撃ち込むといったことがたびたびあります。おそらくロシア軍としては、そのような攻撃をすることによってウクライナ国民の士気をくじこうという戦略的な目標があるのかもしれません。しかし、そうした戦略的な爆撃というのは、結局のところ、軍事関係のところを集中的に狙った方が良いというのが、第二次世界大戦当時からの研究などによって明らかになっています。ただしそれは第二次世界大戦当時のことであって、現代においてはより多くの人々に一般国民が亡くなっていますよという映像それ自体が広く拡散する手段としてインターネットがあるために少し事情は変わっているかもしれません。ただ、この点について言えば、ロシアとしては多くの国民を殺すことによって士気をくじけると思っているかもしれませんが、私は逆にそのような行為をすることによってよりロシアに対する反感が強まって戦いを続けるべきだとウクライナの人たちを思わせているのではないかと思います。続いて今日最後の話題は、アメリカによる軍事支援、かなり問題が発生しています。これまでもたびたびウクライナ支援のための予算がアメリカの議会で通らないといったことを取り上げてきました。イスラエルにおいて戦闘が激しさを増し、それに伴ってアメリカの議会においてはイスラエルを支援するための予算を作らねばといった話が大いに議論されました。そして実際にそのための動きは非常に活発です。そうした盛り上がりとは全く別にウクライナに対する支援としては共和党が明らかにこれに拒絶の姿勢を示しており、なかなか予算が採択されない状況が続いています。共和党の方は他の国、アメリカ以外にお金を使うなんてとんでもないというような反対意見を述べていたのですが、その理論というものを自ら踏みにじって他国であるイスラエル支援を大いにすべきだという主張を行っています。問題なのはウクライナ支援の質や量といったものが激減していることが報告されています。そのものすごくわかりやすい例としては、アメリカからウクライナに供与されている多連装ロケットシステムハイマース、この弾薬の供給が止まってしまったという話が出ているのです。ハイマースは射程距離80キロ程度ですが、逆に言えばその80キロ圏内においてロシア軍が物資を集積したりするのを防ぐ効果があります。ハイマースが供与される前であれば前線に近いところで多くの物資や兵員が集まっているところがいくつもあって、ロシア軍が前線に対する部隊の運用や物資の迅速な補給といったものを実現していました。ハイマースが来ることによりそれらをいくつも破壊し、より遠くへと押しやる効果をもたらしました。ところが現在ハイマースによる攻撃ができないとなれば、だんだんロシア軍の前線指揮所や兵員の集結地、部隊の補給所なども前線に近づいてくるわけで、より迅速に彼らが動けるようになってしまいます。ウクライナへの軍事支援はアメリカとヨーロッパというこの2つの塊でそのほとんどが占められています。その半分であるアメリカが全く身動き取れなくなってしまったというのであれば、ウクライナはこれから非常に苦しい冬を迎えることとなってしまいます。なお、こうした時のためにウクライナに対するレンドリース法対応するという方法があったのですが、この法律については有効期間がもう切れてしまったという話があって、アメリカによる支援は明らかに予算の裏付けを失っているところです。バイデン政権としてはウクライナ支援を続けるとは表明しているものの、議会が予算を通さなければ口約束だけになってしまい、実際のところ武器を渡せない状況は変わりません。プーチン大統領にとってはイスラエル情勢がもっと激しくなれば、アメリカの関心がウクライナ情勢へ向くことも遠ざけることができるとして、
今の状況をきっと喜んでいることでしょう。そしてそのような状況が続くということは結局のところ侵略者にとって非常に有利な状況が生まれるわけで、いずれ日本にとっても未来の災いをもたらすことでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見よったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。